明石家ファルコンの千秋です。安藤です。今日はマッサージ店で客にわいせつや盗撮しとったマッサージ師が逮捕された件について話していきたいんやけど、事件の概要としては、マッサージ店で客にわいせつ行為などをしたとして、警視庁世田谷署は不同意わいせつと盗撮の疑いで、横浜市の自営業、小川容疑者46歳を逮捕した。小川容疑者は、悪い念がついていると、体を清めると称して施術していた。で、やったかどうかはわかりませんと、容疑を否認している。で、逮捕容疑として10月上旬に、東京都の世田谷区内で経営するマッサージ店、テントで、施術所称し、客の30代女性の胸や下半身などを触り無断で撮影したとしている。世田谷署によると来店した別の30代女性から相談があって、10月17日に不同意わいせつの疑いで小川容疑者を逮捕した。で、捜査の過程で押収したスマートフォンやハードディスクなどから施術中に女性の下半身を触るなどのわいせつ動画約4000件が見つかった。4年間で400人以上が被害に遭ったとみて、今余罪を調べている。1年に100人以上ってことか。もう400人やからな。すげえな。4000件やもんな。小川容疑者は2回目の来店時に客の悩みを聞き、体に悪い念がついている。念を払うために体を清めた方がいいよなどと言い、食用のごま油を使ったオイルマッサージを実地。ごま油ごま油っていう意味がわからねえ。捕まんやろ。20代、30代の女性を目隠した状態で服を脱がせカメラで撮影しながらわいせつ行為に及んでいた。で、客には人体図を用いて体を触る箇所の確認を行う誓約書を書かせていって、店の更衣室には小型カメラを設置し、留守前後の様子も撮影していた。っていうのが事件の概要なんだけど、このニュース見たときに、これ AV とまんま同じことやっとるっていうのが正直な感想やったんやけど。シチュエーションとかさ、やり方がまんま AV やんな。口調とかもさ、そんな悪い念がついているとかっていうセリフ、もうマッサージのさ、AV 見とったらそのリンパとか出てくる。こいつ絶対リンパって言っとったやろ。ここにリンパが流れてるんで、つってさ。絶対エロいとこ触っとったやろ。そういう世界があるんやなっていう逆にびっくりしたな。これがさ、現実にあるってことはさ、リアルなマッサージものの AV とかもさ、リアルな盗撮のさ、映像があるかもしれんよな。俺もさ、結構マッサージの AV さ、見たことあるんやけどさ、やらせと分かりながら見るんやけどさ、手口がさ、ほんまに言葉巧みに女性を誘導してさ、で、そのマッサージの AV やから最後は挿入するんやけど、一応今回の事件に関しては、不同意わいせつっていう名目で、やから挿入はしてないと。そうやな。挿入しとったら不同意性交罪になるから、挿入まではしてないってことやな。あと、人工加えさせたりはしてないってことやな。なるほど。思ったんがさ、400人の被害者おって、動画も4000本押収されたって話だけど、なんでそこまでバレてなかったんやろなっていうのが思ったな。これってさ、最初に人体図を用いて体を触る箇所の確認を行っとったってことやから、詳しく言うと、人体図の絵を見せて、で、触ってもいい箇所を確認させるんやな、その場で。同一緒？触ったらあかん箇所に罰をつけてくださいみたいな感じなんや。で、その時に胸とか局部を触らんようにすると悪い念が取れやんから、そこは罰つけやん方がいいよって言っとったんや。容疑者は。だからそういう誓約書があるから表沙汰になかなかならんかったんじゃない？予防線をちゃんと張っとったんや、この人。これって招待制らしいんよね。だから友達はこういうマッサージをされるっていうのを分かった上で多分招待しとるんよね。悪い念を取ってもらえるマッサージですごくいいから行ってみなよっていう。はい。だから紹介した側は普通のマッサージっていうかエロマッサージをされたっていう感覚じゃなかったってことやろ。実際にリラクゼーションのアロマとかの匂いで気持ちよくっていうか満足感は得とったらしいよ。最初1回目は何もやらん普通にマッサージするんやろ。で、2回目からそういうエロマッサージみたいなのが始まって、で、徐々に局部とかが触られるようになって、で、そのまま読むんやけど、やたらと太ももの内側を執拗にマッサージしてきて、上ショーツの上から足の付け根部分をさっとかすめるように触られると。で、それを何度もなんかおかしいと思ってるうちに、私も半覚醒状態だったので、会って変な声が出ちゃったんですっていう。AV やん。取材の声が書いてあって、で、その小川容疑者がどうしましたか？ショーツは脱いでしまいましょうかと耳元で囁いて、で、被害者がうなずいてないのに、そのままショーツを脱がされたと。で、そのまま指を入れられて、なすがままにされてしまったっていう
だってもうエブやな、これ。AV やで、聞いとったら話。動画の世界のことがこの現実で行われとるんやね。そういうことやな。だから、安藤さんが今まで見とったマッサージものの AV はやらせじゃなかったってことやな。かもしれん。夢があるよな。ある意味。言ったらあれや。いや、でもな、俺思ったんが、言ってしまえばこれもう女風として使っとった人がおったやろっていう話なんよね。ああ、女性用風俗ってことね。だって料金体制もさ、90分14,000とか120分17,000やね。マッサージで。マッサージとしては高いような気もするな。人気マッサージとかやとそれぐらいするんかもしれんけど。正直男の面月とかぐらいの相場やで。確かにな。90分1万4000円やったらちょっと安いぐらいかな。うん、この岡川容疑者46歳。もう相当なやり手やったんやと思うで。テクニシャンってこと？テクニシャン。だから、ここまで表沙汰にならんと4年間もこういう施術ができとったんじゃない？店の名前テントって言っとるけど、実際にはマンションの一室でやっとったらしいよな。すごいクローズな環境でやっとって、とはいえ、ごま油使っとったっていうのがちょっと気になるけどな。ごま油は何なマジで。よくわからんけど、ごま油って結構匂いあるからさ、使われたら速攻で気づきそうやけどな。なんかおかしいって思いそうやけどな。ごま油もオイルマッサージ、ものは言いようやな。油やったら何でもいいんか。聞いたことないけどな。ごま油マッサージ使っとるの。なんなんやろうな。ちょっとケチっとったんかな。そもそもなんか怪しいマッサージやんね。1回目に普通のマッサージをする中で、1回目は衣服を着たまま普通にマッサージを行って、その時に、最近彼氏と別れたんですか？嫌なことありましたか？って聞いて、様子を伺って、最初に言ったように体に悪い念がついとるって不安がらせたりして、別の施術を受けるように仕向けると。うん、で、2回目から全裸でやるんやって。オイルマッサージで。だから、スピ系のマッサージやんな、いわゆるこれも。悪い念がついてるっていう言葉だけでさ、そんな信じてしまうもんなんかな？スピ系がさ、こんだけ世にはびこっとるからさ、そういうのを信じる人がいっぱいおるんじゃない？女の人ってこういうのにハマりやすいよな、でも。占いとかもそうやけど。まあ確かに。リラクゼーション生態を歌っとったらしいから、こいつはマッサージの国家資格とか持ってない無免許やわ。そもそも。マッサージって歌うのは国家資格がないとあかんらしい。そうなんや。だから、リラクゼーションエステみたいな感じで、リラクゼーションサロンか。そういう名前でやらなあかんねってよ。こういうのって。マッサージって言ってしまえば、素人でもできるっちゃできる。まあ歌ってしまえば、免許持ってなくても、こういうやつみたいに。そうやな。でもこういうの氷山の一角やと思うで。マッサージ店っていうかまあ、表に出てきてないだけで、こういう女性のスピリチュアルを信じるところを逆手にとってというか、利用してエロいことをしとるっていう人はおりそうやな、他にも。完全紹介制で公式 LINE からしか予約ができない仕組みやってる。そういうさ、マッサージ店というかリラクゼーション店って最近多いらしくて、はいはい。SNS で集客して宣伝して、で、あとは公式 LINE とか DM でしかマッサージ受付やんっていう。だから場所とかもどっかの会議室とか貸しスペース、だからレンタルルームみたいなのを使ってやるから、ほぼ元手がいらん。確かにな。いるのはな、自分の体と、あとオイルぐらいのもんやから、簡単にできるんやな。でも被害者っていうか、この岡川さんが逮捕されて、もう泣きながら連絡がつかないっていう利用者もおるみたいで、やっぱりハマってしまっとったんじゃないかな。それで実際にな、効果を感じて救われとった人がおるって言うんやったら、どうなるな、必要としとった人もおるってことやからな。実際には、そんな適当にやっとっただけやと思うけどな、女の。俺らは別にそういうの信じてないから。でも実際悪い念が取れた感覚ありますかって言われても、悪い念が取れたかどうかわかりませんみたいな。そりゃそうやわな。悪い念って何やねん、そもそも。とはいえ、これってさ、全裸の女性に手満して胸触って盗撮までしてさらに14,000円もらっとったってことやもんな。こいつは。いや、ほんま、ただの女風やな。こういうのさ、模倣してやるやつおりそうやな。簡単に真似できるもんな。確かにな。たびたびでこういうマッサージ店の性犯罪がニュースになるよな。なる。医者と違ってな、無免許でやっとる人も多いから、やっぱこういう犯罪は起こりやすいよな。そういう看板掲げてできるもんな。元からエロ目的でマッサージ店を名乗ってやっとる人もおるんやろうな。とか盗撮してさ、それをもう販売するぐらいの金の稼ぎ方しとるとかな。確かにな。販売もしたらさらにお金入ってくるもんな。あとは話術とある程度の指圧できれば誰でもできる犯罪ですよ。で、世の男性が意図せずその動画を見てしまっとるってことかもしれんな。なるほど。あれや、この人体図の紙で触れてほしくない箇所に丸をつけてもらいますが、過去に胸や局部に丸をつけた人は念が取れず乳がんになった人もいる。だからなるべく丸はつけない方がいいと。触ってほしくないところに丸をつけるってことらしいんやけど。物は言いようやな。受けた人が悪い念を取らなければ乳がんになるっていう脅しのような言葉に騙されてというかもうこの受け取る人は悪い念がとにかく取りたいから迷わず丸をつけませんでしたっていうことらしいよ。
じゃあこの誓約書も、やっぱあれやろうな、抑止力になっとったやろうな。誓約書っていう、一応こっちが同意をしとるっていう体やから、まあまあ、ごとにはできやんだよな。絶対自分のパートナーにはこういうマッサージ店行かしたくねえな。嫌やな。行くとしてもちゃんとした免許のある整体とかに行かせるよな。そういうのはもう旦那とか彼氏がしたればいいね、マッサージを。それはエロマッサージし放題やからな。マッサージし放題。合意の上で。もっと言うなら、最近さ、SNS で流行ってるポキポキ整体とかもあれ怪しいと思うけどな、俺。実際体に悪いやろ、あれ。あんなポキポキ鳴らして体にいいと思えやん、あれ。あれもなんか、バズらせようとしてたよ。バズらせようとしてさ、その巨乳の女とかをさ、動画にしてさ、やっとるやん。あれもやっとること結構際どいけどな。いや、やっぱマッサージ業界は一歩を引いて動画っていうかでやらせを楽しむのが一番いいと思うわ。危なっかしいわな。マッサージ業界ちょっと闇深いからな。そんな感じで、今日はマッサージ店で客にわいせつや盗撮をしとったマッサージ師が逮捕されている件について話してみました。ありがとうございます。ありがとうございます。このチャンネルではこんな感じで普段気になった出来事やニュースを雑談形式で配信しています。どのチャンネルかわからなく前にチャンネル登録とまた高評価の方お願いします。あと個人的に蒸されたいっていうブログを運営してて週に1回更新してるので読んでくれたら嬉しいです。